皆さんこんばんは。バーネコマタヤナライです。いつも番組をご視聴ありがとうございます。今回は皆さんがご自宅で作る最強のハイボール、これを教えたいと思います。ただハイボールと言ってもウイスキーの銘柄やレモンを入れたハイボールなどね、好みがあると思います。なので今回は4種類のハイボールと、そして作る際のポイント、これをねご紹介したいと思います。作る際にはグラスを冷やすとか、あとウイスキーを冷やすとか、あとねかき混ぜすぎないなどねポイントがあるんですけども、こだわりすぎると難しくなるわけですよ。でもねこれがねシンプルがゆえに面白かったりするんですけど、私が今回皆様にこだわっていただきたいポイントが一つ、それは氷です。これだけでいいです。氷の扱い方によって結構ハイボールって劇的に変わるんですよ。後ほどご紹介したいというふうに思いますので、どうぞ最後までご覧になってください。じゃあまずハイボールをカテゴリー別に分けましょう。まず一つがコスパも考えた初心者向けハイボール、そして次が飲みやすいけどちょっと贅沢なハイボール、3つ目がレモンと合うハイボール、そして4つ目がスモーキーなウイスキーで作るハイボール。この4種類です。ではまず飲みやすいコスパも考えた初心者向けハイボール、これにご紹介したいというふうに思っているウイスキーがカナディアンクラブで作ったハイボールです。以前チタに代わるウイスキーという動画でね過去ご紹介してるんですけども、カナディアンクラブ通称 CC は、グレーンウイスキーといって飲みやすさに特化したウイスキーなんですね。そしてねスーパーとか酒屋さんでも気軽に購入できますし、また価格もね1000円ちょっとということでねお求めやすいのが魅力の一つです。また炭酸がなくてもお水との相性も非常に良くって、炭酸買い忘れたって時でもね、水割りにしてしまったりお湯割りにしてしまったりしても結構ね甘いねチョコレートのような香りがね立ってくるんでね、これおすすめなんですよ。続いては飲みやすいけどちょっと贅沢なハイボール。今回ご紹介するのはシーバスリーガルの12年です。シーバスリーガルはスコット産のウイスキーで、ジャンルでいうとブレンデッドウイスキーにあたります。先ほどのカナディアンクラブとは異なって数種類の個性が異なる、モルトウイスキーを混ぜ合わせて、さらにそれを引き立てるグレーンウイスキーというのをブレンドしたウイスキーのことです。お互いの長所を引き出した香味豊かなウイスキーになります。フルーティーな甘さに加えてほんの少しね蜂蜜のような甘さ、あとはナッツとかねバニラのような風味、その後から来るモルトの風味とねかすかに感じるその苦味、これがね非常にバランスよく調和されてるんですね。アルコールの刺激がほとんどなくて非常に滑らかでスムースなウイスキーなんです。ハイボールはもちろんなんですけども、慣れてきたらね結構ロックとかで飲んでも美味しいウイスキーかな。続いてはレモンが合うハイボールです。角ハイにレモンが入ってるのってよく見ますよね。だけどねバーで頼むハイボールにレモンが入ってることってほとんどないと思います。なぜならばレモンを絞ってしまうと本来のウイスキーの味をね結構損ねてしまう可能性があるんですね。バーのお酒って居酒屋さんに比べると高級なものが多いから、レモンを絞ってしまうと台無しになっちゃう可能性があるわけですよ。でもカクテルも含めて実際にレモンを入れたハイボールというものは存在するわけなので、今回はレモンの香りとよく合うウイスキーをご紹介したいと思います。それがバーボンウイスキーです。ざっくり説明すると、バーボンはアメリカで作られたトウモロコシを主原料にしたウイスキーです。先に紹介したウイスキーよりは原料由来の甘みも強いですし、そしてね、結構ね荒々しいねワイルドな味がするんですよ。故にレモンの癖にもね結構負けないんですね。今回ご紹介するのは IW ハーパーのハイボールです。バーボンの中では比較的飲みやすいウイスキーなんですが、レモンを入れることによってさらに飲みやすく、そして食事にも合うハイボールができると思います。
唐揚げとかね、あとカルパッチョとか、本来レモンを振りかけたりするものにあえてレモンは使わず、ハイボールの方にレモンを入れて合わせてマリアージュするというのがね、僕の好きな食べ方です。これ本当に美味しいんで、ぜひ皆さん一度お試しを。最後のハイボールはメンバーシップ様の動画の方でご紹介させていただきます。興味のある方は90円から参加できますので、どうぞよろしくお願いいたします。では冒頭にお話ししたハイボールを実際に作っていきましょう。気をつける部分は氷です。ここだけ気をつけてください。スーパーとかコンビニで売っている氷を使うだけでも美味しく仕上がるんですけど、私が言いたいのはそこじゃないんです。氷の状態です。冷凍庫から出したばかりの氷でハイボールを作ってしまうと、炭酸が弾けて気の抜けたハイボールになってしまう可能性があるんですね。なのでハイボールを作る際にウイスキーで氷をしっかりとリンスするか、氷自体を少し放置して柔らかくする必要があるんです。じゃあ今回はね、同じハイボールを使ってその泡立ちの検証をしたいというふうに思います。ではまずね、硬い氷の場合、ウイスキーは今回じゃあ目の前にあるんでハーパーを使っていきましょう。ちょっとね、実験的にしたいから、本来は氷入れてウイスキー入れるじゃないですか。なんですけども、今回はウイスキーを入れてから氷を入れて炭酸を入れましょう。まずウイスキーを 30ml 注ぎます。この段階で氷を入れて、そして炭酸を注いでいきましょう。炭酸を 120ml、1対4で作ります。それでは炭酸を 120ml 注いでいきます。もうちょっと炭酸が立つから1回で注げないですよね。続いては柔らかくした氷で、そしてウイスキーでリンスしたスタイルで作ってみたいと思います。そして炭酸を注ぎますけども、できるだけ炭酸感を残したいので、氷に当てずに隙間を縫って落としてあげるのがポイントです。それではこの2つを飲み比べてみたいと思います。でも言ってもですよ、氷もいいし炭酸も開けたてだし、何より俺が作ってるからまずいはずないんですよ。でもね、比べてみましょうかね。じゃあ最初に作ったやつ、サルー。続いて次のやつ。両方美味しいですよ。両方美味しいんですけども、こうやって飲み比べるとやはり後に作ったハイボールの方が口の中でね弾けるね感覚とね、清涼感がやっぱり強いですね。ジントニックとかジンフィズも同様なんですけども、この炭酸の強いか弱いかとかによってね、結構カクテルの仕上がりが変わってくるんですよ。なので気をつけてあげてくださいね。炭酸の声を聞きましょう。いかがでしたか？今日はね、ウイスキーの、銘柄の紹介っていうかおすすめ、それと最後に氷の扱い方についてお話しさせていただきました。
来週も楽しい動画をお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。じゃあまたね。